ばんは。先輩ジャパニーズカフェへようこそ。猫先輩です。ひよこ後輩です。今日もよろしくお願いします。今日は赤ちゃんを迎える時の手続きの日本語をやろう。病院に行くだけじゃないんですか？それがね、役所と健康保険と職場、この3つが同時に動くんだ。3つ同時、もう今から緊張してきました。その前に前回の復習をしよう。何の話だった？最後の回でした。キーフレーズは、餅は餅屋です。よく覚えてたね。専門家に任せるのが一番という意味だ。実は一度使いました。引っ越しの荷造りを業者に頼んだ時です。うまい使い方だ。今日の話も頼れる窓口を知る話だよ。まず今日の話を聞いてほしい人を言っておくね。はい。自分に関係する人だけじゃない。友達や同僚が言い出すこともある。へえ、確かにそういう場面はありそうです。その時言葉がわかれば一緒に窓口まで行ってあげられる。いいですね。それすごく心強いですね。この分野はね、期限のある手続きがとにかく多いんだ。多いんですか？期限、何日以内みたいなやつですか？そう、14日以内、15日以内、30日以内。数字が並ぶ。うわ、覚えられるかな？大丈夫。全部を覚えなくていい。流れさえ分かれば窓口が教えてくれる。流れですか？うん。今日は3つの幕に分けて話すよ。生まれる前、お金。生まれた後。3幕ですね。わかりやすいです。じゃあ、生まれる前から妊娠が分かったら最初にどこへ行くと思う？産婦人科ですか？そう。まず病院で妊娠を確認してもらう。ここが出発点だ。なるほど。そこで手帳がもらえるんですか？手帳は病院じゃなくて住んでいる市役所や区役所でもらう。役所で？そこで役所が出てくるんですね。役所に出す紙を妊娠届と言うんだ。妊娠届。妊娠届。届けるの届けですね。その通り。役所に知らせる紙はだいたい届という字がつく。へえ。例えばどんなのがありますか？編入届、婚姻届、そして今日の主役の出生届。全部この仲間だ。本当だ。一気に3つ覚えました。一押し。で、妊娠届を出すと、その場で母子健康手帳が交付される。交付。もらうじゃなくて交付というんですか？役所が正式に渡すときは交付。窓口の表示にもこの字が使われる。はい。証明書の交付とかも見たことあります。まさにそれ。ちなみに、いつ届けを出すかに決まりはあると思う？これも何日以内ですか？ここは日数の決まりはない。ただ、早めに出すほど受けられる支援が増える。そうなんですね。なるほど。早い方が得なんですね。そういうこと。手帳が出た瞬間から、いろんな制度の入り口が開くからね。入り口、その手帳、そんなに大事なんですか？大事だよ。母子健康手帳は親子2人分の記録が1冊に入る。1冊に2人分。お母さんの分もですか？妊娠中の体重や血圧。その後は子供の成長と予防接種。なるほど。予防接種の記録も入るんですね。そう。これが後で聞いてくる。保育園でも学校でも必ず聞かれるんだ。必ず。じゃあ、なくしたら大変ですね。だから母子手帳ケースを使う人が多い。診察券も一緒に入れておく。ケース。診察券。病院のカードですね。そう。あと、外国語版の手帳を用意している自治体もあるんだ。日本語以外もあるんですか？あるよ。日本語と併記になっているものが多い。窓口で聞いてみるといい。その自治体という言葉よく出てきますね。大事な言葉だ。市や区や町や村をまとめて自治体という。自治体。それでまとめて言えるんですね。そう。そして自治体によってサービスが違う。ここ、今日の裏テーマだよ。裏テーマ。同じ日本なのに違うんですか？国が決める部分と自治体が上乗せする部分があるからね。なるほど。上乗せですか？そう。土台の上にさらに乗せること。
お金の話でもよく使う言葉だ。覚えます。じゃあ、手帳をもらった後は何をしますか？手帳と一緒に分厚い束をもらう。あれが今日一番お得な紙だ。楽しみにして。お得な紙、気になります。妊婦健診の受診票だよ。健診のたびに1枚ずつ使う。1枚ずつ、検診。健康診断の検診ですね。そう、妊婦さんが受けるから妊婦健診。回数は結構多いよ。どのくらいですか？国の目安は14回。全国すべての市区町村が14回以上を助成している。すべて。14回。助成ってお金を出してくれることですか？うん。大分けの費用で一部または全部を負担すること。公費という。公費。じゃあ、検診はタダになるんですか？そこは気をつけて。全額とは限らない。差額を自分で払うこともある。あ、そうなんだ。差額ですか？そう。県の分を引いて残った金額、これも自治体で幅がある。また出ました。自治体による。この番組で今日一番多く言う言葉かもしれないね。受診票って他の市でも使えますか？いい質問。里帰り出産の時にその問題が出るんだ。里帰り出産。実家に帰って産むことですか？そう。実家の近くの病院で産む形だね。海外に帰る人もいる。海外にも。その場合、県はどうなるんですか？先に払っておいて後で申し込むと戻ってくる形が多い。戻るんですね。領収書を捨てちゃダメなやつですね。その通り。この分野は紙を残した人が強い。紙を残した人が強い。名言ですね。手帳をもらうとき面談を受けることがある。これも大事だ。面談。何を話すんですか？体の調子、生活の様子、困っていること。保健師さんが聞いてくれる。聞いてくれる。保健師さん。看護師さんとは違うんですか？病院で治療を助けるのが看護師さん。地域で健康を支えるのが保健師さんだ。なるほど。地域で支える心強い存在ですね。うん。そしてこの面談を受けると給付につながることがある。給付に。給付。お金がもらえるんですか？国の制度で妊婦のための支援給付というものがある。2回に分けて出る。2回も。2回。いくらぐらいですか？認定されると5万円。その後お腹の子の数に応じてまた5万円。合わせて10万円。この数に応じて双子だと増えるんですか？そういう仕組みだね。応じては数や状況に合わせて変わるという意味。収入に応じてみたいにも使えますか？使えるよ。役所の書類で一番見かける言い回しの一つだ。メモします。この給付、黙っていてももらえますか？そこが肝心。基本は自分で申し込む。待っていても届かないことが多い。待つだけでは自分から動く。日本の制度、そういうの多いですね。多いね。だから今日みたいに名前だけでも知っておくと違う。名前を知らないと検索もできませんもんね。その通り。さて、ここで職場の話も入れておこう。職場にはいつ言えばいいんでしょうか？決まりはない。ただ、体調のことを考えると、早い方が動きやすい。早い方が体調、つわりってそんなにきついんですか？人によるよ。全く平気な人もいれば、通勤が難しい人もいる。そんなに幅があるんですね。だから伝えるときは、我慢の度合いじゃなくて、事実を言うといい。事実。例えば、どんな言い方ですか？朝の時間帯だけ体調が優れないので、時差出勤を相談したいです。丁寧ですね。優れない、具合が悪いの丁寧な言い方ですか？そう。体調が優れないはとても便利。職場でも病院でも使える。これ、妊娠じゃなくても使えますね。使える。今日は制度の話だけど、言葉は普段の生活でも生きるよ。嬉しいです。職場の人が言い出したときは、何と返せばいいですか？おめでとうございますの後に、無理なさらないでくださいね
これで十分。無理なさらないでください。丁寧ですね。なさるはするの尊敬語です。目上の人にも自然に使える。なさる。逆に聞かない方がいいことはありますか？予定日や性別をしつこく聞くのは避けたいね。相手が話す分にはいい。確かに。距離感大事ですね。そうだね。じゃあここまでが生まれる前の第1幕。次はいよいよお金の話ですね。そう。ここからが本番だよ。まず質問。日本で赤ちゃんを産むといくらかかると思う？想像もつきません。場所や部屋の種類でかなり違うけど、数十万円の世界だよ。数十万。結構しますね。ここが日本の面白いところでね、普通のお産には健康保険が効かないんだ。効かない。どうしてですか？出産は病気じゃないという考え方だからだよ。3割負担の外にある。なるほど。じゃあ全額自分で払うんですか？それはきついです。そこで登場するのが、出産育児一時金。出産育児一時金。長いですね。一時金って何ですか？毎月ではなく1回だけまとめて出るお金のこと。退職の時も聞く言葉だ。はい。1回でまとめていくらもらえるんですか？子供1人につき原則50万円。2023年に大きく上がったんだ。50万。50万円。それならかなり助かりますね。原則という言葉がついているのがポイントだけどね。原則、例外があるという意味ですか？そう、条件によって少し変わる。役所の文章では原則と例外がいつも問いだ。原則と例外、セットで覚えます。それとこの金額も制度も変わることがある。そこは頭に置いておこう。はい。最新は窓口で確認ですね。その通り。で、この50万円どうやって受け取ると思う？銀行に振り込まれるんですか？その方法もあるけど、今はもっと楽な形が主流だよ。楽な形。どんなのですか？直接支払い制度。直接支払い制度。保険から病院へ直接お金が行く。病院へ直接。自分の口座を通らないんですね。そう。だから退院の時、窓口で払うのは差額だけで済む。楽ですね。また差額が出ました。この回の主役中だからね。例えば、費用が55万円だったとする。一時金が50万円だから、残りは5万円ですか？その通り。窓口で5万円払っておしまい。計算が早いね。逆に安く済んだ時はどうなりますか？いい着眼点。一時金より安ければ余った分を後から受け取れる。戻るんですね。それも自分で申し込むんですか？加入している健康保険に出す。今日の合言葉覚えてる？紙を残した人が強い。完璧。ところで、加入という言葉、日常でも使えるよ。保険に加入する以外にもですか？組合に加入する、サービスに加入する、契約して仲間に入る感じだね。なるほど。入るの固い言い方と覚えます。いいね。じゃあ次は休んでいる間の生活費の話をしよう。働けない間ですよね。そこ心配でした。多くの人が同じ心配をする。でもちゃんと仕組みがあるんだ。よかった。働いている人が産休に入ると、出産手当金というものが出る。手当金、産休、産む、休みですね。そう。産前産後休業を短くした言い方だ。育休とセットでよく聞くよ。なるほど。育休、育児休業ですね。その通り、日本語は4文字の言葉を2文字に縮めるのが好きなんだ。本当に。就活とか婚活とかもそうですね。うまい例だね。で、この手当金、いつからいつまでだと思う？産む前後ですよね。何日ぐらいですか？予定日の42日前から生まれた日の翌日以後56日目までが範囲だ。長いですね。42日と56日。
半端な数字ですね。6週間と8週間と考えると覚えやすいよ。あ、なるほど。あ、それなら覚えられます。金額はどうなりますか？普段の給料を鳴らした額のだいたい3分の2。3分の2、3分の2。全部ではないんですね。全部じゃない。でも、0と3分の2では大違いだよ。確かに。これは会社に言えばいいんですか？出すのは健康保険。だが書類は会社を通すことが多い。なるほど。会社を通す。この言い方、便利ですね。間に入ってもらうという意味。人にも組織にも使える。便利です。産休の次は育休のお金ですか？そう、ここが最近一番変わったところなんだ。変わったんですか？育児休業給付は雇用保険から出るお金なんだけどね。雇用保険。健康保険とは別なんですね。別だよ。病気や怪我は健康保険。働き方に関わるものは雇用保険。整理できました。それで何が変わったんですか？2025年から両親が揃って育休を取ると上乗せがつくようになった。両親揃って。あ、さっきの上乗せですね。よく覚えてた。2人とも14日以上休むと最大28日分が上乗せされる。その間いくらぐらいになるんですか？国の説明では手取りでほぼ10割相当。びっくりする話でしょ？10割、10割。減らないんですか？からくりがあってね。育休中は社会保険料が免除される。からくり。免除。払わなくていいということですか？そう。しかも給付そのものに税金がかからない。だから手取りが減りにくい。免除って他でも使いますか？使うよ。学費の免除、年金の免除。義務を外してもらう場面で出る言葉だ。なるほど。義務を外す。強い言葉ですね。だからこそ黙っていては始まらない。免除も申し出がいる。また出ました。結局全部そこに戻ってきますね。そう。今日の話は、そこが背骨だよ。背骨。芯になる部分ですね。ここまでのお金を一度並べてみようか。お願いします。頭の中がいっぱいです。妊婦のための支援給付。妊娠中に自治体から。これが一つ目。はい。出産育児一時金。産むときに健康保険から。これが二つ目。50万円のやつですね。出産手当金。産休の間に、これも健康保険から。はい。3分の2でしたね。そして育児休業給付。育休の間に雇用保険から。4つ。出どころが全部違うんですね。そこが分かれば十分。窓口が違えば、聞く相手も違うということだからね。そこが肝心。働いていない人はどうなりますか？大事な質問だね。休業に関わる2つは、働いている人の制度なんだ。じゃあ一時金の方は健康保険に入っていれば対象になる。家族の扶養に入っている場合も含めてね。なるほど。対象。自分が当てはまるかどうかですね。そう。書類で一番先に見るべき欄が、支給対象という言葉のところ。支給対象。そこを読めば自分に関係あるかわかるわけですね。その通り。読める人は損をしにくい。強いですね。今日で少し読めるようになった気がします。いい傾向。じゃあ第3幕、生まれた後の話に行こう。ここからが期限ラッシュですか？そう。ここからが本気の期限だよ。まずは出生届。出生届。何日以内でしたっけ？生まれた日から14日以内。生まれた日を1日目と数えるよ。14日。2週間。産んだ直後にそれ大変じゃないですか？大変だよ。だから父親や同居の家族が出しに行くことも多いんだ。そうなんですね。本人じゃなくてもいいんですね。届出人になれる人が決まっていて、母親も父親も同居人も入る。決まってる。届出人。書類でよく見る言い方ですね。そう。人を表す言葉に人という字がつくパターンだ。申請人、代理人。なるほど。代理人。
誰かの代わりですね。その通り。で、出生届には病院が書く欄がついている。欄、病院が書く欄。何を書くんですか？出生証明書だよ。生まれた日時や体重を医師や助産師が証明する。助産師さん。お産を助ける専門の方ですね。そう。つまり届書は病院と役所を1枚でつなぐ紙なんだ。1枚で。そこで名前も決めるんですか？うん。だから14日というのは名前を決める期限でもあるんだよ。え？うわ、急に重みが出ました。そう。だからみんな生まれる前から候補を並べて悩むわけだ。出しに行く場所は住んでいる役所ですか？住んでいるところでも生まれたところでも出せる。里帰りでも困らない仕組みだ。助かります。よくできてますね。出生届を出したら次は子供を健康保険に入れる。赤ちゃんも保険に入るんですか？入るよ。生まれた瞬間から医者にかかる可能性があるからね。確かに。医者にかかる。この言い方初めて聞きました。見てもらうという意味。病院にかかるとも言うよ。よく使う。かかる。覚えます。どこに手続きしに行きますか？会社の保険なら勤め先を通す。国民健康保険なら役所の窓口だ。二通り。そこでも会社を通すが出てきましたね。そう。そして保険証ができたらもう一つ大事な証がある。囲い。証明の証ですか？そう。子供の医療費を助けてくれる証だよ。名前は自治体で違う。ですよね。また自治体によるですね。今日で何回言ったかな。でも本当にそうなんだよ。どのくらい助けてくれるんですか？自己負担が無料になるところも、1回いくらと決まっているところもある。差がありますね。自己負担。自分で払う分ですね。その通り、医療の話では一番出てくる言葉かもしれないね。その証も申請しないともらえませんか？もちろん申請だよ。今日の背骨を思い出そう。あ、黙っていては始まらない。その調子。じゃあ次は、期限が短い方の主役だ。14日より短いんですか？数え方が違ってね。児童手当は、生まれた日の翌日から15日以内。15日。紛らわしいです。14日と15日。紛らわしいね。だから普通は同じ日に一緒に出してしまう。一緒に1回で済ませるんですね。賢いです。児童手当は子供がいる家庭に毎月60分が出るお金だよ。毎月いくらぐらいですか？3歳未満は月に1万5千円。3歳から高校生年代までは月に1万円。結構長く。高校生まで出るんですか？長いですね。2024年に伸びたんだ。それまでは中学生までだった。制度結構動くんですね。動くよ。3人目からは月に3万円になるというのも同じ時に入った。3万円。3人目から3万円。ガラッと増えますね。うん。それと所得の制限もなくなった。今は収入で切られない。所得制限。聞いたことあります。いろんな制度に出てくる言葉だからね。撤廃されたというんだ。撤廃。やめてなくすことですか？そう。ニュースでよく聞く固い言葉だ。規制の撤廃とかね。振り込みは毎月ですか？そこが面白い。2ヶ月に一度偶数の月にまとめて振り込まれる。偶数の月。2月、4月、6月ですね。その通り。だから通帳を見て、あれ多いなぁと驚く月があるんだ。嬉しい驚きですね。さて、ここからは外国籍の家庭に特に関わる話をしよう。手続きが増えるんですか？増えるね。まず、日本で生まれても在留資格は自動ではつかない。つかない。生まれた場所は関係ないんですか？日本は血のつながりで国籍を考える国だからね。だから申請がいる。なるほど。その申請にも期限がありますか？あるよ。生まれた日から30日以内在留資格取得許可申請という名前だ。30日。長い名前ですね。どこに出しますか？
住んでいる地域を担当する出入国在留管理の役所だよ。役所とは別なんですね。別だよ。しかも、先に出生届を出してからでないと進まない。先に役所、順番があるんですね。そう。役所が先、入管が後。この順番だけは覚えておくといい。入管、さっきの長い役所の略ですか？そう。日常会話では入管という。ここでも2文字に縮むんだ。また縮んだ。本当に好きですね、縮めるの。それと、自分の国への届け出もいることが多い。大使館や領事館だね。そっちの手続きは国によって違いますよね。違うね。だから自治体によるの隣に国によるも足しておこう。2つ並びました。覚えることが多いですけど、順番がわかると落ち着きます。それが今日一番伝えたかったことだよ。生まれた後はずっと役所に行き続けるんですか？最初の1ヶ月が山だよ。そこを越えるとぐっと減る。1ヶ月、山を越える。前に習った峠を越すと似てますね。よく気づいたね。仲間の言い方だよ。その後はどんな予定がありますか？赤ちゃんの検診と予防接種。これが年に何度も続く。何度も。また検診ですね。妊婦検診と同じ字ですか？同じだよ。乳幼児検診といって月齢に合わせて案内が届く。案内が届く。案内が届くなら忘れなくて済みますね。そう。ここは向こうから来てくれる珍しい部分なんだ。ありがたい。珍しいって言い方が今日らしいです。困った時の相談先も覚えておこう。子育て世代の相談窓口がある。相談先、人にも場所にも使えますか？使えるよ。連絡先、勤め先と同じで、先は相手を指す言い方だ。連絡先の先と同じ。すっきりしました。一人で抱えないこと。これはどの国から来ても同じだよ。はい。抱える、悩みを持つという意味ですか？そう。一人で抱えるは日本語でとてもよく使う言い回しだ。覚えます。今日の話、思ったより怖くなかったです。その感想を待ってた。今日のキーフレーズにぴったりなんだ。そうなんですか？ちょっと整理してみようか。今日の言葉はこれ。案ずるより産むが易し。案ずるは心配する。優しは簡単だという意味だよ。案ずる。心配していたよりやってみたら簡単だった。そういう時に使う。すみません。もう一度言ってもらえますか？案ずるより産むが易し。産むが入っているのが今日っぽいです。元はお産の話。でも今はお産に限らず何にでも使うよ。例えばどんな場面ですか？面接の前に緊張していた友達が終わった後に言うんだ。ありそうです。案ずるより産むが易しだったよ。こんな感じで使う。役所の手続きにもそのまま使えそうですね。まさに。窓口の前では身構えるけど、行けば案内してもらえる。身構える。構えてしまう感じですか？そう。心と体が硬くなること。これも一緒に覚えるといい。反対の意味の言葉もありますか？備えあれば憂いなしが近いかな。あれは先に準備する話だからね。聞いたことあります。心配しすぎないと準備はする。両方ですね。いい着地だね。今日の話はまさにその両方だった。期限を知ってあとは怖がらない。じゃあ練習しよう。声に出して一緒にどうぞ。はい、行きます。3、2、1。案ずるより産むが易し。いい発音。皆さんも一緒にどうぞ。案ずるより産むが易し。言えました。今日は赤ちゃんを迎える手続きの日本語をやったね。妊娠届、母子健康手帳、受診票。ここまでが生まれる前でした。お金は支援給付、一時金、手当金、育休の給付。出どころが全部違った。生まれた後は14日と15日と30日でしたね。よく覚えてたね。数字は変わることもあるから、最後は窓口で確認しよう。自治体によるでしたもんね。その通り。今日の言葉をもう一度。
案ずるより産むが安し。この言葉を使った場面をコメントで教えてください。最後まで聞いてくれてありがとうございました。またゆっくり話そう。おやすみ。